こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回から5回にわたってAAA を題材にラディウスを解説します。アイスを使いこなすにはラディウスのきちんとした理解が必要不可欠ですので、皆様もこの機会にラディウスをきちんと理解しましょう。ラディウスの解説に入る前に、皆様、AAA はご存知でしょうか？ AAA は、オーセンティケーション、オーサライゼーション、アカウンティングの3つの A の総称です。今回は、その中で、1つ目の A である、オーセンティケーション、認証について解説します。オーセンティケーションは、ユーザーやエンドポイントのクレデンシャルを検証して、本当に正しいユーザーやエンドポイントなのかを確認する処理です。エンドポイントがネットワークに接続したり、ユーザーがネットワーク機器にリモートアクセスした際、ユーザーやエンドポイントはネットワーク機器に対して自身のクレデンシャルを送信します。ネットワーク機器は ICE を使用する場合、ICE 側にクレデンシャルを転送し、ICE 側でクレデンシャルを検証します。そして ICE はネットワーク機器に対してアクセスを許可するか拒否するかの結果を返信します。この際、ネットワーク機器と ICE 間の通信で使用されるプロトコルがラディウスになります。ラディウスは RFC で規定されている業界標準のプロトコルで UDP を使用します。また、ラディウスはアトリビュートバリューペアと呼ばれる形式で様々な情報を運びます。ラディウスではエンドポイントのことをユーザー、エンドポイントが接続を試みたネットワーク機器のことをラディウスクライアント、そして ICE などの認証サーバーをラディウスサーバーと呼びます。また、ラディウスクライアントのことを NAS、ネットワークアクセスサーバーとも呼びます。ラディウスサーバーとラディウスクライアント間では、事前に共通のパスワードであるシェアードシークレットを定義しておく必要があります。ラディウスパケットを送信する際、シェアードシークレットを使用し、ハッシュ値を生成し、ラディウスヘッダに格納します。また、シェアードシークレットを使用し、ユーザーパスワードを暗号化します。ラディウスパケットを受信した際は、シェアードシークレットを使用し、ラディウスヘッダに格納されたハッシュ値を検証します。また、同時にシェアードシークレットを使用し、ユーザーパスワードを複合します。ラディウスのオーセンティケーションでは、基本的にこちらの3つのメッセージを使用します。アクセスチャレンジやチェンジオブオーサライゼーションリクエストなど、他にもラディウスのメッセージは存在しますが、そちらは別の動画で解説します。ネットワーク機器はユーザーやエンドポイントから
クレデンシャルを受信すると、ラディウスサーバーにアクセスリクエストを送信し、認証処理を要求します。ラディウスサーバーは受信したクレデンシャルを検証し、接続を許可するならアクセスアクセプト、接続を拒否するならアクセスリジェクトを返信します。では、スイッチへのリモートアクセスの際の認証をラディウスを使用して ICE で実施させます。まずは ICE 側にスイッチの情報を登録します。スイッチなどのネットワーク機器の情報はアドミニストレーション、ネットワークリソースズ、ネットワークデバイスズから登録します。新規にスイッチを登録するために Add をクリックします。ネームにスイッチの名前を入力します。IP アドレスにスイッチの IP アドレスを入力します。今回、スイッチと ICE 間の通信にはラディウスを使用するので、ラディウスオーセンティケーションセッティングスをチェックします。そして、ラディウスのシェアードシークレットを入力します。最後に、サブミットをクリックし、設定内容を保存します。次に、ユーザーのクレデンシャルを登録します。今回は、アイデンティティソースのインターナルユーザーズを使用するので、アドミニストレーション、アイデンティティマネジメント、アイデンティティーズに移動します。新規にユーザーを登録するために Add をクリックします。ユーザーネームにユーザー名を入力します。ログインパスワードにリモートアクセスの際のログイン認証で使用するパスワードを入力します。最後にサブミットをクリックし、設定内容を保存します。次に、アラウドプロトコルの設定を確認するために、ポリシーエレメント、リザルトに移動します。そして、デフォルトで存在するデフォルトネットワークアクセスをクリックします。リモートアクセスの際のログイン認証のためには、パップが有効な必要があります。最後に、ポリシーセットの内容を確認するために、ポリシーセットに移動します。ポリシーセットのルールでは、パップが有効なアラウドプロトコルを指定します。では、オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーの設定画面に移動するために、ルールの右矢印をクリックします。オーセンティケーションポリシーでは、リモートアクセスの際のログイン認証は末尾のルールで処理されます。では、オーサライゼーションポリシーに認証に成功したユーザー、エンドポイントの接続を許可するルールを追加してみます。既存ルールの歯車アイコンをクリックし、Insert New Row Above を
クリックします。そして、新規追加されたルールのコンディションのプラスアイコンをクリックします。クリック to add an attribute をクリックし、そしてディクショナリーにネットワークアクセスを指定します。アトリビュートにはオーセンティケーションステータスを指定します。Choose from List or Type をクリックし、オーセンティケーションパスドを指定します。これによって認証に成功したユーザーやエンドポイントがこのルールにマッチします。最後にユーズをクリックします。次にリザルトにパーミットアクセスを指定します。パーミットアクセスは ICE 側でデフォルトで定義されているオーサライゼーションプロファイルで、リザルトがパーミットアクセスの場合、ICE はネットワーク機器に対してアクセスアクセプトを返信します。一方、末尾のルールのリザルトで使用されている Deny Access も ICE 側でデフォルトで定義されているオーサライゼーションプロファイルです。リザルトが Deny Access の場合、ICE はネットワーク機器に対してアクセスリジェクトを返信します。最後、セーブをクリックし、ポリシーセットの変更内容を保存します。次に、スイッチ側の設定を確認します。スイッチでは、AAA グループサーバーラディウスコマンドで、ラディウスサーバーである ICE の IP アドレスとシェアードシークレットを指定します。そして AAA オーセンティケーションログインコマンドでログイン認証で使用する認証方式を指定したオーセンティケーションリストを定義します。最後に VTY に対してログインオーセンティケーションコマンドを使用し、直前で定義したオーセンティケーションリストを適用します。では、実際にスイッチに対して SSH でリモートアクセスを試みます。パスワード入力用のプロンプトが表示されるので、パスワードを入力するとログインが成功します。ICE 側では、オペレーション、ラディウス、ライブログからラディウスのログを確認可能です。今、認証を行ったユーザーアリスのログが存在していることが確認できます。ディテイルズをクリックすると、ログの詳細が確認可能です。ログの詳細からは、マッチしたオーセンティケーションポリシーやオーサライゼーションポリシーのルールが確認可能です。では、ログイン認証の際にやり取りされたラディウスのパケットキャプチャーを見てみます。スイッチからICEに対してラディウスのアクセスリクエストが送信されていることが確認できます。また、
アクセスリクエストには、アトリビュートバリューペア形式で、様々な情報が格納されていることが確認できます。例えば、今回、認証を実施したユーザーの名前や、暗号化されたパスワードが格納されていることが確認できます。また、今回、認証に成功したため、ICE はスイッチに対してアクセスアクセプトを返信していることが確認できます。ちなみに、こちらは認証に失敗した場合に、ICE がスイッチに対して返信したアクセスリジェクトになります。最後、まとめになります。ラディウスは認証の際にネットワーク機器と ICE 間でのやり取りで使用されるプロトコルで、アトリビュートバリューペアと呼ばれる形式で様々な情報を扱います。このラディウスの動作やアトリビュートバリューの中身を理解することが ICE を理解する上で非常に重要になってきます。次回もラディウスの基本的な解説が続きますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。